どうも、ババアです。白様です。今日はちょっと空がもやってるね。湿度も高いし、ひげが気持ち悪いね。あんた誰？なんか突然このチャンネルのマスコットが喋り始めましたが、しばらく試験的にこの形式でやってみようかと思います。継続が難しそうだったらすっぱりやめます。ババア、諦め早いよね。ありがとう。褒めてない。決してね、一人で喋り続けるのに限界を感じたとか、モニターに向かって独り言をつぶやいてる自分に虚しさを感じたとか、そういう理由ではありません。そういう理由だって。寂しかったんだろうね。かわいそうに。めっちゃディスられてんな。まだ白様のキャラ設定をどうするかちょっと考えあぐねている途中なんですけどね。どうしようかな。ババアディスり系でしょ。やっぱそうなるよね。猫にもディスられ、白様にもディスられ。今日もコンポストが元気です。Omino shili kusai day。レデノケツニナニシトンジオワイリ。レディーはケツも我も言いませんよ。キスホイヘビオルヤンキ。ホラシラクークーサ。Nialudi asondaki。僕は遊びませんよ。Watu dozoya。いい感じに気配を消してますね。Waimo kehai keso。やめてよない。まだ何も言ってませんよ。アシシニヨシヒコはムルヌゲイシユソシスルジアナ。さすがチョロコさん勘がいいですね。そんな心配事はブラシで忘れてしまいましょう。モソヨリナザイ。テカドナシギキガサイコニ。ほーら遊びたくなってくる。ヨシヒコが遊んでほしいって。メンテナ。アシシはズタイソバナワイ。シヨラネイメカ。ウルザ。さて、それでは早朝生地米。今回の生地は米ぬか 20%、加水率 65% です。安定的に米ぬか入ってんだね。血糖値を抑えるための必須アイテムだからね。生地の分量は概要欄にも貼っておきますね。加水率 65% は一番扱いやすい水分量じゃないかな。そうなんだ。そんで何作るの？ちょっとその前に買い物へ。ついでにこちらも。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。気が済んだ？ルーティン終了。で、何作るの？今日はダブルロールサンドを作ります。何それ？名前聞いてもさっぱりなんだけど。平たいパンを焼いて具材を巻いて食べるんです。それなら前に何度も作ってない？今回はね、ちょっと違うんですよね。どう違うのさ。まあ見てなさいって。うわー、なんか腹立つな。まずは 500g の生地を8等分にします。なんか生地茶色くない？米ぬかが入ってるからしょうがないんだよね。加水率 65% の生地なのでね、とっても丸めやすいです。ままごとの泥団子を思い出すな。ババアは泥団子作るの得意だったんだよね。そうしたらこの生地をできる限り薄く伸ばしていきます。ババアの生地いつも分厚いもんね。腕が疲れてね、いつも途中で諦めちゃうんですよね。やっぱ諦め早いじゃん。ありがとう。だから褒めてないって。さて、今日から本気出すのババアが本気で生地を薄く伸ばしていきます。いつも本気出しなさいよ。米ぬか入りの生地はね、普通の小麦粉 100% の生地に比べたらまあまあ伸ばしやすい方なんじゃないかなとは思うんですけど、それでもね、薄く伸ばすにはね、そこそこの力がいります。ババア腕の筋肉弱々だもんね。ほんとちょっと筋トレしないとね、将来どうなることやら。薄く広めに伸ばした生地を大きめのフライパンに伸ばしていきます。ババアの腕傷だらけじゃない？それは24時間ヨシヒコに噛みつかれまくってますからね。なんで女の子なのにヨシヒコって名前なの？子猫の時にね、たまたまがあるように見えたんだよね。でもね、そのたまたまは毛の柄でした。そもそもヨシヒコって名前の由来なんなん？うちの屋根裏でね、子猫が4匹生まれたんだけど、ヨシヒコだけ育児放棄されちゃってね、一人ぼっちでね、屋根裏で1週間生き延びたんだよね。男の子だしね、勇者だしね、もう勇者ヨシヒコっていう名前にしようってね、旦那と泣きながら名前決めたんだけどね。まあ
まさかね、女の子だったとはね。多様性の時代だからいいんじゃない？そうね、いい時代になったね。なんて言ってるうちにね、ひらパンも完成しました。この生地はしばらく乾燥しないように布をかぶせて粗熱を取ります。きゅうりでかっ。このサイズのきゅうりが3本入って130円ですわ。安っ。もうほんと農家さん直売コーナー様々。今回もスネジャンカソースを作ります。何それ？ブルガリアのヨーグルトサラダですね。きゅうりとかトマトとかお好きな野菜とニンニクオイルとかね、いろんな調味料を入れて水切りしたヨーグルトと混ぜ合わせるだけのサラダ。包丁の切れ味悪いから研いどこ。ほんとこのスネジャンカソースが美味しくてね、日本で流行れ。毎回言ってるけど、ヨーグルト文化圏の国にはいろんな料理があるね。デザートだけじゃなくてちゃんと料理にも使われてるもんね。今回のスネジャンカソースはきゅうりとトマトにします。間違いないやつだね。何をどうやってもね、美味しくしかなり得ないこのスネジャンカソース。ほんと皆さん一度作ってほしい。何これ、案件なの？案件じゃないですよ。ただのブルガリア好きババアです。塩もみをしてしっかりと水分を切ったきゅうりとトマトを合わせて、その中に水切りヨーグルトをドボン。ヨーグルトがっちり絞れてるね。すごいっしょ。一晩かけてじっくりと絞り出してやった。そしてここにも合法パウダー、そして生姜ニンニクオイル。たったこれだけなのにね、ものすごく美味しいんですよ。明治の案件狙おうとしてる？してないよ。歯切れ悪いな。このスネジャンカソースとパンの相性は最高です。実はね、明日も作る予定なんだよね、スネジャンカソース。どんだけ好きなの？一応保存容器には入れるけど、多分これランチで完食する。スクランブルエッグも作っとこ。さっきのソースとも合いそうだね。めっちゃ合うよ。何言ってんの？なんで今怒られた？スクランブルエッグはみんなどうやって作ってるんですかね。あ、ここにも合法パウダー。ねえ、それ本当に合法？安心してください。合法ですよ。安村かな？スクランブルエッグなんですけど、皆さんしっかり火を通す派ですか？なんかさっき言いかけてたね。普通はパラパラになるまで火を通すんじゃないの？我が家のスクランブルエッグはね、あまり混ぜず、あまり火を通さず、ほぼほぼ半熟状態で仕上げるのが好きなんですよね。めっちゃトロトロで美味しそうじゃん。本当にこのトロトロスクランブルエッグ美味しいから試してみてほしい。今度は豚肉の甘辛煮。これも今日のひらパンに挟む具材です。ブルガリアのソースと和風の醤油味？広告の品買ってきた。そういうの見つけるの上手だよね。スネジャンカソースは実はね、照り焼き味にもすごく相性がいいんですよね。なんか想像がつかないんだけど。っていうか実はヨーグルトが甘くないっていうのも想像がついてないんだけど。まあ見てなさいよ。なんか得意げで草。はい、合法パウダー。もう一回聞くけど、それ本当に合法？暗号。安心してください。合法ですよの略ね。めんどくさ。さて、豚肉のグツテロをかましたところで、トッピングの具材も完成しました。ツヤツヤでうまそうじゃん。それではローリングサンダーしてまいりましょう。サンダーいらないよね。表面にマーガリンという名のバターを塗ってマヨビーム。ところで今日のメニューの名前を覚えてるかな？ダブルロールサンドだっけ？そうです、ザッツライト。うわー、腹立つ。まずは生地の左端にキャベツと豚肉を乗せます。そして今度は生地の反対側にスネジャンカソースとスクランブルエッグを乗せます。今んとこ乗せただけだよね。まあついでにチーズなんかも乗せちゃおうかな。スライスチーズを半分に割って両サイドの具材にスライスチーズを乗せます。また乗せた。チーズを乗せたらこれをくるっと巻いていきます。今のところ至って普通のロールサンドだけど。今までロールサンドってね、食べる時にボロボロこぼれてたじゃないですか。それをね、こうするとどうです？ダブルになった。2種類の違う味の具材を同じ生地で巻いて一緒に食べてもいいし、片方ずつねかじりついてもいいし、一つのロールサンドで2つの味が楽しめるダブルロールサンド。まあまあ画期的じゃないですかこれ。やるじゃんババア。でしょでしょ。もっと褒めていいよ。そう言われると褒める気なくすんだよね。でもロールサンドに全振りしてね、今日はめっちゃ品数が少ないので、いつものコーヒーゼリースイーツでごまかそうかなと思います。ちょっとはバランス考えなよ。何全振りしてんの？なんかね、一つのことに夢中になるとそればっかりになっちゃうんだよね。ということで完成しましたひらパンでダブルロールサンド。見た目もかわよ。美味しそうじゃん。品数少な。スイーツなかったらスカスカだったね。そ
それではいただきましょう。また今日もコーラ買い忘れちゃった。こんなもん絶対にコーラじゃん。ババア学習してないよね。ありがとう。褒めてないよ。さてね、今回のこのダブルロールサンドなんですけど、この手のね平パンのロールサンドは過去何度か作ってきたんですけど、絶対にね中に詰めた具材がボロボロと落ちて、皿も手もねベッタベタになってたんですけど、これは本当に持ちやすくて食べやすい。味の違う2種類が一緒に挟まってるけどね、食べる場所によってね違うサンドを食べてるみたいな気になって、なかなか楽しいです。これ子供なんかも食べやすくていいかもね。そうね、お誕生日メニューとかにもねいいかもしれない。中に入れる具材もねアレンジ自由だし、なんならテーブルに平パンと具材を別々に置いて自分でね包んでもらうのも楽しいかもしれないですね。手巻き寿司みたいでいいじゃんそれ。ほんとそれ、お子様のお誕生日会なんかにいかがでしょうか。ということで美味しかったです。さようなら。バイバイ。